こんにちは。今回はキャンピングカーを探し始めた頃の自分たちにそっと伝えたい、選ぶ時に大事にしたい5つのポイントについてお話しします。購入前の僕たちは広さや装備の豪華さなど目に見えるスペックにばっかり目がいってました。でも実際に使い始めて感じたのは、快適さっていうのはもっと地味な部分で決まるんだなということ。実際に使ってみて感じたことを元にまとめた内容なので、全ての方に当てはまるわけではないかもしれませんが、これからキャンピングカー選びをする方の参考になれば嬉しいです。1つ目、展開のしやすさ。走行モード、ダイネットモード、ベッドモードへの切り替えがスムーズにできるかどうか。これは実際に車中泊を続けていく上で意外と快適さの核になる部分だと感じています。例えば展開に手間がかかったり動作が複雑だと、疲れて帰ってきた夜や出発を急ぐ朝など、どんな時でもちょっと面倒が積み重なってしまうんですよね。こういう小さなストレスって意外と後から効いてくる気がしています。最初は気にならなくても何度も繰り返すうちにだんだんと快適さの差として現れてくるように思います。特に雨の日などはなるべく車外に出ずに済ませたい場面が多く、運転席から後部座席へそのまんま移動できて、さらに全ての展開作業を車内で完結できる構造だと本当に助かります。こうした構造の違いは晴れている見学時には見落としがちですが、実際に使用シーンでは大きな快適さの差になります。だからこそ直感的に素早く手間なく展開できるかどうかはカタログでは見えにくいけれど、実用面ではかなり大事なチェックポイントだと思っています。2つ目、リアアクセスの有無。後部ハッチが屋根代わりになったり、荷物がさっと出し入れできるかどうか。これは見た目以上に使い勝手に直結するポイントだと感じています。特にキャンプや釣りなどアウトドアが好きな方にとってはなおさら重要かもしれません。実際の車中泊やキャンプの設営、撤収の場面では雨や炎天下での作業が避けられないこともあり、そんな時リアゲートの下で荷物を扱えるのは思っていた以上に快適です。一方でキャンピングカーによっては後部スペースが家具で塞がれていて、荷物の搬入搬出に一工夫が必要なケースもあります。リアからさっと詰める設計は派手ではないけれど確実に快適さにつながる部分だと実感しています。3つ目、コンパクトでも収納力があるかどうか。小さな車体イコール収納が少ないとは限りません。ベッド下やサイドなど限られたスペースをどう活かしてくるかで収納力は大きく変わります。実際荷物がきちんと収まるかどうかは快適な旅に直結する要素だと思います。特に車中泊ではスペースが限られる分、すぐに散らかりやすく収納が足りないと荷物の出し入れや整理がストレスになってしまいがちです。だからこそ購入前にはこの車で何を持っていきたいか、実際に何泊くらいの旅を想定しているかをざっくりイメージしてみるといいかもしれません。その上でそれがどれぐらい無理なく詰めそうかをチェックしておくと、使い始めてからの満足度が大きく変わると感じています。4つ目、細部設計の完成度。電源の位置、動線、座面の高さや角度調整のしやすさです。こうした細かい設計の違いは実際に車内で過ごしてみて初めてその良し悪しが見えてくる部分だと思います。例えばダイネットモードではここにコンセントがあると便利でも、ベッドモードになると別の位置の方が使いやすいと感じたり、私たちが乗っているカヌレにたどり着くまでいろんなキャンピングカーを見て回りましたが、こうした設計の工夫や気配りはビルダーごとの考え方やユーザー理解の深さが出る部分だと感じました。ただこうしたポイントは写真や図面だけではなかなか分かりません。だからこそ購入を考えている車は実際に中に入って自分の動きを想像しながらチェックすることが大事だと思います。5つ目、快適のつもりが将来のストレスに。キャンピングカーは自分好みにカスタムできる楽しさがあります。でも装備を増やせば増やすほど将来的なメンテナンスや故障のリスクも高まるという側面があります。例えばサブバッテリーやインバーター、リアのアクリルウィンドウ、FF ヒーター、エアコンなど、どれも快適性を高めてくれる便利な装備ではあるんですが、本当に自分たちに必要かをじっくりと見極めてから導入することが大切だと感じています。装備を追加する際は実際の動作音や消費電力、メンテナンスの頻度も事前に確認しておいた方が安心です。
中にはオフシーズンでも月に一度は動かした方がいいと言われる機器もあり、使わない時期にこそ手間がかかるのも少なくありません。特にエアコンは機種によって必要な電源や冷え方、修理のしやすさ、維持費などが異なる印象です。快適さを求めて追加したはずの装備が動かない、直せない、想定以上に費用がかかる、メンテナンスが面倒といったストレスの種になってしまうことがあるかもしれません。だからこそ欲しいという気持ちだけでなく、維持できるか、使いこなせるかまでを含めて検討することが長く快適に付き合えるキャンピングカー選びにつながるのだと思います。いかがでしたか？キャンピングカーを探し始めた頃の僕たちは広さや見た目、装備の多さにばっかり目がいってました。でも実際に使い始めてみると、旅の快適さを左右するのはそういう派手な要素ではなくて、何気ない使い勝手やちょっとした工夫だったりするんだなと改めて感じています。もちろん重視するポイントは人それぞれ。でも使いながら気づいたことをあらかじめ知っておけたら、より納得感のある選び方ができるんじゃないかなと思っています。今日の5つの視点がこれから愛車を探す方のヒントになれば嬉しいです。今後も気になることがあればまた動画でシェアしていきますので、よろしければチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。ということで次の動画でまたお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。